彼の名は中二君。今回はニュージーランド3泊10日の総額費用を大公開。ニュージーランド費用総額はこちら。それでは内訳。まずは食費。オーストラリア同様にニュージーランドの物価も日本よりかなり高い。ニュージーランドでも食べたいものや有名な料理がなかったのでスーパーを頻繁に利用したが、それでも全てが高い。空港のマクドナルドも最安のハンバーガーが当時のレートで1200円。ファーストフードでこの感じなので通常のレストランではさらに高くつくことになる。安い値段のものとなるとパンがメインとなり、さらに大容量のものしか置いていない。パンはサイズが大きくて甘いものが多く、砂糖が大量に使用されている。このことからオセアニア人に肥満が多いのが理解できた。日本では豆腐や納豆やもやしなど安くても栄養価の高い食材は豊富だが、ニュージーランドやオーストラリアはそうではない。そのため貧困層は健康に悪い食材を購入することになり、健康を損なっていくという負のスパイラルに陥るというわけだ。滞在中にどうしても肉が食べたくなり、丸鶏のロースト焼きを購入。これは1200円程度とニュージーランドにしては良心的価格だった。パンを避けるべく果物などにも目を向けるが、コンビニのバナナは1本が180円と購入するのを躊躇してしまう価格感で日々絶望を感じていた。続いて交通費。今回はテカポコやマウントクックという観光スポットが盛りだくさんのため、事前にオンラインでバスを予約していた。東南アジアに比べると費用は高いが、日本の長距離バスとは大差ない価格感だと思う。ローカルバスも使う機会があり、本来はクレジットカードが使えないようだが、空港間を結ぶバスのみはクレジットカードが使えるようだ。おかげでオーストラリアに続き、この国でも現金を使わずに済んだ。次に宿泊費。ニュージーランドのマウントクック周辺でのホステルはとんでもなく高く、1ヶ月前から宿を探していたが、12月はハイシーズンにあたり、すでにソールドアウトが多く、利用可能な宿も3万円超えといった感じでかなり悩んだ。そんな時にキャンセルが出たのか、1万円台という破格のホステルが出現したので、残り1室をすぐさま予約してマウントクックを予定に組み込むことができた。テカポコ近くのホステルはマウントクックよりは良心的ではあったが、テカポコの教会からは少し離れており、また夜の寒さも相まって教会近くからの夜空の星空鑑賞は諦めた。肝心の星空は確かに多くの星空に恵まれたが、寒すぎて感動も薄れてしまったので、気温とコンディションも計算に入れていくことをお勧めする。次は観光費とその他。ニュージーランドは自然が多いこともあり、マウントクックとテカポコを訪れたが、入場料などは不要で交通費のみ必要だった。マウントクックでは人生初のトレッキングではあったが、途中から大雨に見舞われ、
足場は最悪。景色も霧が深く、感動は何もなく、ただ疲れただけだった。翌日のテカポコにもトレッキングができる山があり、そこで再度トレッキングを行い、絶景を拝むことができた。ニュージーランドは何といってもハプニングが起きた国で、後半は大変な目にあった。次の目的地であるメキシコへ行くフライトが USA で乗り換えであったが、エスタの申請を失念しており、フライトを逃してしまう。その後、スタッフが振り替えのフライトを手配してくれるも、USA からメキシコ行きのフライトを失念しており、当日にスタッフが予約を試みるも、満席で席がなく、2度目のフライトを逃す。結局、予定より4日遅くなり、その間は空港の固いベンチでベンチステイ。4泊も空港のベンチで宿泊していたので、空港の清掃スタッフはさぞ不気味に思ったであろう。空港滞在中は空港から徒歩20分程度のところに運よくスーパーがあったので、散歩がてら買い物に行き、バナナやパンなどを買い、空腹をしのいでいた。物価は高く、財布に厳しい国ではあるが、交通アクセスも良く、きれいで治安が良く、羊がたくさんいる平和な国なので、ぜひオーストラリアと一緒に訪れてみてほしい。それでは、また会おう、翔くん。